回からドラクエ2リメイクの縛りプレイをしていくのだ。今回の縛りプレイはどんな感じになるの？ローレシア王子一人旅で攻撃系の呪文使用禁止と防具を一切装備していけない縛りプレイになるのだ。これはかなり厳しそうな感じですね。初見プレイでこれで最後までやっていく自信があまりないが、できるだけこの縛りでやっていくのだ。どうやってもできない場合は縛りを一部解除することもあるかもしれないのでご了承ください。それではゲームスタートなのだ。ドラクエ2ゲームスタートです。冒険の書を作って始めるのだ。名前は脳筋王子にするのだ。ものすごく変な名前ですね。脳筋でひたすら腕力で殴るだけなのだ。難易度は当然茨の道ですね。普通の難易度だと物足りないのだ。レベル9で洞窟の奥にやってきたのだ。果たして洞窟の奥には何があるのかな。なんか怪しい魔物が2体いるのだ。アブーラとカタブーラという名前らしいですね。ふざけた名前なのだ。ドラクエ2リメイクで追加されたボスですね。ふざけた名前のボスと対決するのだ。ボスとの戦闘は仲間が勝手に復活するので武器防具を一切装備せず、作戦を俺に任せろにしてすぐやられるようにするのだ。ボス戦後に脳筋王子一人だけ生き残った状態になれば OK とします。すごいダメージなのだ。脳筋王子のうめき声がかなりのダメージを物語ってますね。なんとかサマルの不意味で回復が。デモギラでパーティ全滅のピンチですね。ホイミこのレベルでは到底太刀打ちできないですね。これはレベル上げしかないのだ。力と身の守りが超上がりますね。ドラクエ1の勇者よりすごいのだ。さすが脳筋王子ですね。ドラクエ1勇者の血を受け継いでいるのだ。アブーラとカタブーラに再挑戦するのだ。カタブーラから攻撃しますね。カタブーラがギラやホイミを使ってきて厄介なのだ。アブーラは攻撃しかやってこないですね。サマルがやられるまでひたすら攻撃するのだ。サマルをおとりにする作戦ですね。アブーラが様子を見ていてラッキーだったのだ。アブーラは脳筋王子にしか攻撃してこないですね。サマルを早く始末してほしいのだ。残酷な脳筋王子ですね。せっかくホイに使ってるのに。やった。カタブーラをやっつけたのだ。これで残りはアブーラだけで楽になりますね。サマルがホイに使えないので薬草で回復するのだ。アブーラからのダメージが大きいので回復しかできないですね。これで攻撃できるようになるのだ。あとはしばらく攻撃していきます。ホイミ安心して。ようやくアブーラの体力が減ってきたのだ。あともう少しですね。アブーラをあともう少しで倒せそうだがサマルが生きているのだ。サマルが生きている状態でアブーラを倒すとアウトです。サマルがやられるまで回復に専念するのだ。一人旅は意外と厄介ですね。やったサマルの魔王がやられたのだ。味方がやられることを喜ぶ脳筋王子。缶オケになったのであとは攻撃してアブーラを倒すのだ。果たしてアブーラを倒すことができるのか。やったアブーラとカタブーラをやっつけたのだ。初めてのボス戦でかなり苦労しましたね。レベルが20に上がりました。力と体力がものすごく上がったのだ。賢さはあまり上がらないですね。塔の上の方に何かいるのだ。魔導浪士という魔物ですね。ここで死ぬことになるなんて。ムーンブルクを襲った魔物みたいなのでボコボコにするのだ。作戦を俺に任せろにして脳筋王子が一人になるまで攻撃します。攻
撃がスカったのだ。今回のドラクエは攻撃が外れることが多いですね。2回攻撃でバギなどを使ってくるのだ。早速プリンちゃんがやられましたね。2回連続攻撃をスカったのだ。脳筋王子はもう少ししっかりしてください。マヌーサやモニオスも使ってくるのだ。ようやく攻撃が当たって97のダメージですね。力が高いので結構ダメージを与えたのだ。安心して。サマルのホイミがかなり助かってますね。イベントごとに仲間が自動的に復活するので、ボス戦後にサマルとプリンちゃんが缶オケ状態であれば OK とするのだ。薬草で回復しながら攻撃します。バギより通常攻撃がかなり痛いのだ。マヌーサが外れたのでラッキーですね。これは攻撃のチャンスなのだ。バギで HP が減ってきましたね。薬草で回復するのだ。薬草で回復しながら攻撃を繰り返していきます。通常攻撃がかなり痛いのだ。バギより通常攻撃が要注意です。兵士の重傷なのだ。やばいのだ。バギ2連発でしたがなんとか耐えました。これは大ピンチなのだ。魔導老師の HP も減ってますがピンチですね。薬草で HP を回復して立て直すのだ。薬草だとなかなか回復が間に合わないですね。バギ連発で回復が全然間に合わないのだ。徐々に HP が減ってきてますね。魔導老師かなり強いですね。ムーンブルク西の祠に今いますが、なぜここに？あるアイテムを手に入れにここにやってきたのだ。魔封じの杖を購入しましたね。道具で使うと魔法トーンの効果があるのだ。次はムーンブルク城に来ましたね。ここにもあるアイテムがあるのでそれを取りに来たのだ。盗賊の鍵があれば眠りの杖を入手できます。道具で使うとラリ砲の効果があるのだ。この2つの杖を使って魔導老師をボコボコにするのだ。頭の悪い脳筋王子にこの戦法が通用するのか。お、でも魔封じの杖が効きましたね。でも通常攻撃ばかりで効果なのだ。かえってこちらが大ピンチに。眠りの杖は効かずにボコボコにされたのだ。賢さが低い脳筋王子にこの戦法はダメでしたね。ローラの門から旅の扉で炎の祠に行くのだ。どうして炎の祠に行くのかな。炎の祠周辺の魔物は経験値が稼げるので、炎の祠周辺でレベル上げするのだ。敵が強くなければいいのですが。敵がかなり強くて倒せないのだ。倒せそうな魔物を選ばないといけないですね。ドラゴンフライの攻撃で瀕死なのだ。ドラゴンフライは現時点では倒せそうにないですね。ここでレベル26までレベル上げしたのだ。レベル26で魔導老師に挑戦するのだ。ムーンブルク城襲撃の実行犯を殴ってボコボコにするのだ。本当にひたすら物理で殴るだけのお仕事ですね。もう少しで倒せそうだがこちらの HP が少なくなってきたのだ。なんとか耐えましたが果たして
それ。やっさようやく魔導老師を倒したのだ。ムーンブルク城の敵は取れましたね。なんとシスターと道具屋の人が魔物になったのだ。この魔物を倒さないと船を入手できないですね。4体の魔物との戦闘になったのだ。誰から倒すか迷いますね。一番弱そうなグレムリンから倒すのだ。攻撃をかわしてラッキーですね。グレムリンの一撃でプリンちゃんが昇天したのだ。グレムリン意外と強いですね。ホイミ。メギラまでサマルが昇天したのだ。シザースの攻撃が強烈ですね。で壊滅的なダメージなのだ。これは回復が間に合わないですね。これはダメだこりゃ。なのだ。これは全然ダメですね。一体も魔物を倒せなかったのだ。再び炎の祠周辺でレベル上げをします。強くなってかなり効率的にレベル上げできるようになったのだ。素早さも上がって先制攻撃できるようになり、効率的に魔物を倒せるようになりました。レベルが30になったのだ。力が200以上と突出してます。レベル30でルナティックマージに挑戦するのだ。道具はバイキルミント条約層を持っていますね。グレスリーは倒せたが大ピンチなのだ。シザースの攻撃が痛すぎですね。レベル30で倒せなかったので、次はレベル35まで上げてから挑戦するのだ。5レベル上げるごとに挑戦したいと思います。強くなって大体の敵は倒せるようになったのだ。ガーゴイルが3体出現した場合だけ逃げてますね。おお、瞑想を覚えたのだ。これはもしかしたらボスに勝てるかもしれないですね。瞑想を覚えたのでボスに挑戦するのだ。レベル34で挑戦です。バイキルミンを使ってから攻撃するのだ。早速サマルが昇天しましたね。シザースの攻撃が痛いのだ。レベルを上げても100以上のダメージ受けますね。攻略サイトではグレムリンから倒した方がいいと書かれていたが、シザースから攻撃するのだ。シザースを倒すと痛い攻撃をする敵はいなくなりますね。プリンちゃんが昇天しましたね。シザースを倒してプリンちゃんの敵を取るのだ。マヌーサが効いたのはかなり痛いですね。シザースを倒せそうなので回復より攻撃するのだ。やりました。シザースを倒しました。これは勝ったと同然なのだ。HP がやばいので瞑想で回復させます。後の敵は強くないのでじっくりボコボコにするのだ。ルナティックマージをやっつけました。ようやく倒したのだ。竜王の書の奥の方まで進みましたね。脳筋王子のレベルは34なのだ。
条約層と魔法の聖水を持っていますね。奥の方に何か魔物がいるのだ。魔物との戦闘になりましたね。ダークアーゴンとガーゴフライが現れたのだ。ガーゴフライからパフパフで倒してみます。ガーゴフライをなんとか倒したのだ。ダークアーゴンはバフトラと攻撃の2回行動してくるので、脳筋王子の MP が枯渇しましたね。 HP が少なくなって MP 不活で瞑想が使えないのだ。ダークアーゴンの攻撃がダメージ大きいですね。ヤギクスで眠りの杖を使うのだ。賢くない脳筋王子では効果ないですね。やっぱりダメだったのだ。眠りの杖戦法は全くダメでしたね。ダークアーゴンが強いのならダークアーゴンを先に倒してみるのだ。果たしてこの戦法でうまくいくのかな。ダークアーゴンに順調にダメージ与えているのだ。この戦法でうまくいきそうですね。ダークアーゴンが連続攻撃してきたのだ。これは想定外でしたね。たまらないのだ。瞑想で回復するのだ。瞑想でも回復が間に合わないですね。回復が間に合わなくてやられたのだ。一筋縄ではいかないボスですね。倒せないのでレベル上げするのだ。ドムドーラでレベル上げをしていますね。トムドーラがメタルスライムが頻繁に出現してレベル上げに良いと攻略サイトに書かれていたのだ。ただ実際にはメタルスライムはあまり出現せず、出現しても脳筋王子一人ではメタルスライムはなかなかが押せず、レベル上げの効率は悪いです。攻略サイトを鵜呑みにするのは良くないのだ。結局炎の祠周辺でレベル上げをします。いろいろ試した結果、現時点ではここがレベル上げの効率が良いのだ。ここでレベル40までレベル上げしました。レベル40で再挑戦するのだ。瞑想が多く使えるように魔法の聖水を多く持ってますね。パフパフでダークアーゴンを速攻で倒す作戦なのだ。痛恨の一撃を食らってしまいました。ダークアーゴンを速攻で倒す作戦はダメだったのだ。2体のボスをどうやって倒すかが鍵になりそうですね。ボスの倒す方を工夫してみるのだ。まずダークアーゴンを1回だけパフパフしますね。ホイミ。その後はガーゴフライから倒すのだ。ガーゴフライを倒すのは簡単ですね。痛恨の一撃がかなり痛いのだ。瞑想で一旦回復させますね。普通の攻撃でダークアーゴンへのダメージを調整するのだ。ダークアーゴンの HP 半分手前までダメージを調整します。ダメージ調整して HP を回復させるのだ。 HP 半分手前から一気にダメージを与えて倒す作戦ですね。 HP が満タン近いのでここから一気にダメージを与えるのだ。果たして HP が尽きる前にダークアーゴンを倒せるのか。やったダークアーゴンをようやく倒したのだ。レベル40で2体のボスの倒し方を工夫すれば倒せましたね。雨の祠で妖精たちが魔物にいじめられてるので助けるのだ。ヘルサイスとの戦闘になりますね。とりあえずパフパフで攻撃してみるのだ。
2回攻撃でプリンちゃんとサマルがあっさりやられましたね。攻撃力が高そうなのだ。レギュラマだけであまりダメージなかったですね。魔法攻撃の方がダメージ少なくて助かるのだ。やっぱり魔法より通常攻撃が痛いですね。でも瞑想で回復しながらなんとかなりそうなのだ。ヘルサイスの体力は半分以下になりましたね。嫌な攻撃をしてこなければいいのだが。メラメを使ってきましたね。でも通常攻撃よりは痛くないのだ。ヘルサイスを倒しました。そんなに強くなかったのだ。また妖精が魔物たちにいじめられてますね。サイみたいな魔物が2匹いるのだ。パープルライの2体との戦闘になりました。とりあえず瞑想で回復しながらパフパフで倒すのだ。通常攻撃であっという間にやられました。物理攻撃が主体の魔物みたいなのだ。200ぐらいのダメージを受けました。 HP が200以下になったら瞑想で回復するのだ。カブト割りで防御力が下がったのは痛いですね。これは瞑想で回復するのだ。パープルライノの HP が半分以下になりましたね。痛いだけでも早めに倒すのだ。倒せそうだと思いましたが倒せませんでした。ギリギリの HP でなんとか耐えたのだ。会心の一撃でかなり痛いですね。瞑想でなんとか体勢を立て直すのだ。敵の魔人斬りは当たりやすく感じるのは気のせいか。やった。1体倒したのだ。1体だけになって楽になりますね。なんとかパープルライノを倒したのだ。 MP が尽きて結構ギリギリでしたね。いい加減観念したらどうだ。雨の祠の最上階にやってきたのだ。鞭を持った変な魔物がいますね。アルコンバルサとの戦闘になったのだ。今まで通り瞑想で回復しながらのパフパフで攻撃します。全体攻撃で一気にやられたのだ。プリンちゃんとサマルはおとりにもできなくなりましたね。今のところはそこまでダメージはでかくないのだ。でもこの後どのような攻撃をしてくるのか。なんと総流打ちを放ってきたのだ。なんと300近くのダメージですね。これはきついので瞑想で回復するのだ。総流打ちがなんと2連続ですね。これは防戦一方になるのだ。なんとか攻撃のチャンスが。ここは攻撃のチャンスなのだ。なかなか HP が減らないですね。今までのボスと比べて HP がかなり高そうなのだ。MP が尽きてしまいましたね。あの聖水で MP を回復させるのだ。
ギリギリ耐えてなんとか HP 回復できましたね。 MT 尽きてしまったので勝てないかも。なんとバイキルトを使ってきましたね。これは絶対絶命のピンチなのだ。 HP をようやく半分減らしましたが、これは厳しいかな。なんと500以上のダメージを食らってやられたのだ。これはかなり強すぎですね。いつもの炎のコーラ周辺でレベル上げなのだ。最初にここに来た頃に比べて強くなっているので、レベル上げの効率はかなり良くなってますね。30分ぐらい戦えばレベルが上がるのだ。力がだいぶ上がってきましたね。これでアルコンバルサに挑戦するのだ。いい加減序盤はパフパフで攻撃、瞑想で回復なのだ。アルコンバルサの HP が半分になってからが勝負ですね。バイキルトを使ってきたのだ。前回はバイキルトからの総流打ちで即勝点でしたね。回復させて防御に専念するのだ。幸い総流打ちは使ってこなかったですね。総流打ちは使う頻度がまちまちで、この辺りは運なのだ。バイキルトの効果が切れるまでは防御に専念します。今回は総流打ちをあまり使ってこないのだ。攻撃力が元に戻ったのでチャンスですね。パフパフでボコボコにするのだ。力ためでダメージ増えるのか試してますね。ゲゲ、またバイキルトを使ってきたのだ。これは一気に倒した方がいいのかな。でも幸いにまだ総流打ちは使ってこないのだ。この状況で果たして倒せるのか。アルコンバルサを倒したのだ。総流打ちを使ってこなかったのでラッキーで勝ちましたね。街の中で魔物が出現したみたいですね。脳筋王子がパフパフで魔物をボコボコにするのだ。俺様を倒すな。生意気だ。あの世で後悔するがいい。パッドバットとの戦闘になりますね。力ためからのパフパフでボコボコにするのだ。力ためからパフパフするのは脳筋王子ぐらいですね。ラリホーと通常攻撃の2回攻撃してきたのだ。眠り、呪文封じからの通常攻撃するパターンが多いですね。ラックの種を脳筋王子に集中して使ってたのでへっちゃらなのだ。2回攻撃してきましたね。2回攻撃とは卑怯なのだ。最近のドラクエは2回行動する魔物が増えてきましたね。パッドバットの HP が半分になったので要注意なのだ。 HP が半分以下になるといやらしい攻撃するボスが多いですね。ゲゲゲ、睨みつけるで寝てしまったのだ。睨みつけるは耐性無視でほぼ眠りになるので仕方ないですね。 HP がなくなるまでに早く起きるのだ。1ターンで起きたのは幸いでしたね。パッドバットの野郎めボコボコにするのだ。2回攻撃が HP が半分以上持っていかれるのできついですね。
MP が尽きたのだ。果たしてファットバットに勝てるのか。やった、ファットバットを倒したのだ。今回は1回目でボスをやっつけました。バカな、こんな舐めたガキ、バトズ様はいいけど俺様じゃ。大灯台というところなのだ。なんか怪しい老人がいますね。やっと奥にたどり着いたのだ。動画では一瞬で到着しましたが、かなり長丁場でした。ここであの老人が正体を現したのだ。やっぱり悪者でしたね。やっぱりモンスターだったのだ。恐ろしいモンスターと戦闘になりますね。可愛いモンスターだったのだ。むしろ仲間にしたいほど可愛いですね。猫のマンサーとグレムリンが現れたのだ。星の紋章の番人のふりをして脳筋王子から情報を聞き出そうとしてましたね。騙そうとして姑息なのだ。ボコボコにするのだ。周りのグレムリンから倒します。猫のマンサーは呪文死体で攻撃してくるのだ。物理攻撃の方が痛いので魔法攻撃は歓迎ですね。ホイミ、ホイミ、微妙にグレムリンが残ったのだ。なんとザラキを使ってきました。サマルが昇天したのだ。脳筋王子にザラキ効いたら一発アウトですね。これは運を天に任せるしかないのだ。あとはそんなに強くなかったので早送りします。魔法攻撃死体なのでザラキが効かなければ楽勝なのだ。猫のマンサーをやっつけました。1回目で猫のマンサーを倒したのだ。なんと魔物が出てきたのだ。レッドマーマンとの戦闘になりました。7匹と数がかなり多いのだ。モーニングスターでまとめて攻撃します。一発で倒しきれないのだ。高火力の攻撃で敵全体を一気に倒したいですね。ルカナンを使ってきたのだ。殴られると一気にやられてしまいますね。2体は倒したがまだ5体も残っているのだ。殴られてピンチになりましたね。なんでボコボコにされてないピンチなのだ。瞑想で回復して立て直します。ルカナンで防御力差別されてるので瞑想で回復しても焼け石に水なのだ。瞑想で回復してもダメでしたね。レッドマーマン一気に倒さないとダメなのだ。今度はパフパフで倒せるか試してみました。パフパフ一発でレッドマーマンを倒せないので全くダメなのだ。モーニングスターで攻撃するより全然ダメでした。レッドマーマンを倒せないので小さなメダル集めするのだ。小さなメダルを集めてどうするのかな。小さなメダル45枚でツインスワローと
小さなメダル50枚で奇跡の剣をゲットするのだ。ツインスワローは脳筋王子が装備できる全体攻撃の武器で、奇跡の剣は攻撃した時に敵に与えたダメージに応じて自分の HP が回復する武器になります。これらの武器があればレッドマーマンを倒せるのだ。小さなメダルを45枚集めてツインスワローをゲットしました。小さなメダル50枚は集めきれなかったのだ。50枚集めるには魔法の鍵が必要になってきますね。ツインスワローを装備してレッドマーマンに挑戦するのだ。ツインスワローでレッドマーマンを一網打尽にできるか。力ためで2ターンで一網打尽にするのだ。果たしてこの作戦でうまくいくのかな。それ。2体は一気に倒せたのだ。でもあと5体残ってますね。ボコボコにされたのだ。レベル上げが必要ですね。やった。福引きで特等が出たのだ。特等で何をゲットしたの？黄金の爪をゲットしたのだ。攻撃力も高くないし今更何に使うのかな。これでレベル上げをするのだ。おお、エンカウント率が上がってレベル上げの効率が全然違いますね。口笛が使えないので代わりに黄金の爪を利用するのだ。早く黄金の爪でレベル上げを築いていればプレイ時間短縮になってたかもしれないですね。これでレベル上げしてレッドマーマンをボコボコにするのだ。ラッキーの会心の一撃で1体倒しましたね。この調子でレッドマーマンをやっつけるのだ。またまた会心の一撃で3体一気に倒しました。これはいけるかもしれないのだ。ここは攻撃してさらに倒したいところですね。なんとか攻撃に耐えたのでこれは勝ったのだ。レッドマーマンをようやくやっつけましたね。なんか間抜けそうな魔物がいるのだ。なんか紋章を盗もうとしていたみたいですね。コソ泥魔物をボコボコにするのだ。デビルマンボとフラフーラとの戦闘になりましたね。行動パターンがわからないのでとりあえずパフパフでボコボコにするのだ。特に強烈な攻撃はしなかったですね。今のところは強い感じはしないのだ。でも用心しながら攻撃していきます。フラフーラの HP は半分になったのだ。マヒヤドを使ってきました。仲間たちが一気にやられてしまったのだ。デビルマンボの MP を回復させながらマヒヤドを連発するというのが相手の戦法みたいですね。魔法攻撃は痛恨の一撃がないので物理攻撃よりマシなのだ。フラフーラを倒したのであとは楽勝かな。マヒヤドを連発してくるのだ。連勝で回復すればなんとかなるかな。
マホトラで MP 吸収してマリアドを唱えてくるのだ。 MP が尽きる前に倒さないといけないですね。HP が赤になったのでもう少しで倒せるのだ。やった、デビルマンボも倒しましたね。今回は楽勝だったのだ。弱っちい人間がお得意の命乞いか。笑わせるな。お前たちが生き残る道はないんだよ。来ます。モスフェイラとの戦闘になったのだ。混乱攻撃をよくしてくる魔物ですね。実は混乱で何度か全滅しているのは内緒なのだ。混乱にならなければあまり強い魔物ではないですね。あまり強力な攻撃をしてこないのだ。お邪魔虫参くすぐりの刑がよく効きますね。子供の罰ゲームの名前みたいな特技なのだ。カフカフ結構攻撃外れますね。最近のドラクエは攻撃が外れる確率が高い気がするのだ。しみるでしょ。螺旋打ちが結構きつい攻撃ですね。モスフェイラで一番きつい攻撃なのだ。でも脳筋王子なら回復しながらなんとかなるでしょう。モスフェイラの HP が半分になったのだ。このままいやらしい攻撃をしてこなければ倒せそうですね。ビオラと螺旋打ちで結構ダメージ受けたのだ。でも瞑想で回復すればなんとかなりそうですね。もう少しで倒せそうなのだ。あと2回ぐらいパフパフすれば倒せるかな。やった。モスフェイラを倒せたのだ。混乱にならなければ楽勝でしたね。デルコンダルという場所にたどり着いたのだ。強いものじゃないと城の中に入れないみたいですね。戦闘民族サイヤ人みたいなところなのだ。デルコンダルーを初めてお目にかかります。本題に入ろう。若き勇者たちよ、君たちの腕を試させてくれんか。私を納得させられればその紋章とやらをくれてやろう。よくぞ言った。それでこそ勇者の血を引くものだ。では準備ができたら声をかけてくれ。モンスターと戦って勝てば紋章をもらえるみたいですね。王様が人間と魔物を戦わせるとはとんでもない国なのだ。ヘルコンドルとの戦いになりましたね。通常攻撃とマギマを使ってくるのだ。ブーメランで一気に倒せば強くない魔物ですね。2匹倒したので勝ったも同然なのだ。ヘルコンドルを倒しました。これは楽勝だったのだ。次は昆布たちとの戦闘になりました。くすぐりの刑は結構優秀な特技なのだ。ビーストモードを使ってきました。次のターンはかなりやばいのだ。ビーストモードの攻撃は脳筋王子だけに。でもなんとか耐えたのだ。無理しないで。元気出た？昆布にタイトもビーストモードなってますね。これはかなりやばい状況なのだ。仲間たちがボコボコにされてますね。本人自体はなんとか倒したのだ。
仲間のおとりのおかげでなんとかビーストモード耐えましたね。本部をなんとか倒したのだ。今回は仲間のおとりのおかげですね。最後はキラータイガーとの戦いになるのだ。こんな猛獣と戦わせるとは、デルコンナル王はかなりヤバいやつですね。1体だけなのでパフパフで6勝なのだ。実はこれほど凶悪ボスだったとは、この時は知る由もなかったのである。好きにさせない。マヌーサが効いてラッキーなのだ。パフパフのダメージがいまいちですね。もう少し火力が欲しいところなのだ。通常攻撃のダメージがかなり痛いですね。瞑想でも回復量が足りないのだ。痛恨の一撃で大ピンチですね。瞑想を使っても回復しきれないのだ。攻撃するチャンスがないですね。大ピンチなのだ。メイスを使うだけになりますね。ようやく攻撃のチャンスになりそうなのだ。MP が尽きたので攻撃するしかないですね。キラータイガーが倒せないのでデルコンナル周辺でレベル上げするのだ。ツインスワローで全体攻撃にして黄金の爪でエンカウント撃上げしているのでレベル上げの効率はかなり高いですね。オアシス周辺で力の種を集めるのだ。5分から10分ぐらい穴掘りをすれば最低でも1個は力の種が手に入りますね。あとはデルコンナルの福引きでバイキルミンを手に入れるのだ。これで攻撃力がアップしますね。レベル47でキラータイガーに挑戦するのだ。力が411まで上がりましたね。あとはバイキルミンで攻撃力を上げてみるのだ。これでキラータイガーを倒せるのかな。バイキルミンを使って攻撃してみるのだ。果たして与えるダメージはどれぐらいになるのかな。600のダメージを与えたのだ。キラータイガーの HP は3000ぐらいなのでバイキルミンがかかった状態で5回ダメージを与えないといけないです。こりゃかなり厳しいのだ。ある程度ダメージを与えましたね。まさかビーストモードを使ってきたのだ。これは次のターンは激ヤバですね。防御しているのに HP 満タンから必死の優勝なのだ。やられてしまいましたね。ビーストモード強すぎなのだ。脳筋王子の火力を上げるためにレベル上げをするのだ。力を上げてキラータイガーを一気に倒す作戦ですね。レベル55までレベル上げしたのだ。力は471まで上がりましたね。キラータイガーに再挑戦するのだ。バイキルミンを使って殴る作戦ですね。ホイミ700以上のダメージを与えるようになったのだ。力の上昇でダメージがかなり大きくなりましたね。順調にダメージを与えてるのだ。問題はビーストモードを使った後ですね。
HP が半分になったのでビーストモードを使ってくるのだ。なんとかビーストモードの攻撃に耐えたいですね。全体でもやられてしまったのだ。ビーストモードの猛攻に耐えることができないですね。何度か挑戦しましたがどうしてもビーストモードの猛攻に耐えられないのだ。ビーストモードで攻撃される前に倒す必要がありますね。ビーストモードを使う前に倒す作戦を実行するのだ。最初はバイキルミン使ってパフパフします。ポイミポイミ踏ん張らせない。どうかしら。パフパフで2回ダメージを与えたら攻撃は中止するのだ。一旦キラータイガーの HP が半分になる前に体勢を整えます。体勢が整ったら一気にキラータイガーを倒すのだ。ビーストモード使うターンは攻撃してこないので、その隙をついて一気に倒す作戦ですね。次はビーストモード使って攻撃するので一気にパフパフで畳みかけるのだ。果たしてキラータイガーは倒せるのか。 HP は赤になったのでこれは倒せるのだ。なんと倒せなかったですね。少しのところで倒せなかったのだ。でも手応えはあったのでこれはいけそうな感じです。ようやくレベル上げに良い場所を見つけたのだ。デルコンナル北にある毒の沼がある島ですね。ここに出現する海の守り亀が1匹あたり経験値5000稼げるのだ。海の守り亀は今のレベルでも何とか倒せますね。ただ他の敵は超強いので逃げた方がいいのだ。レベル上げ中だけ攻撃系の特技を使っているのでご了承ください。プレイ時間短縮のためにレベル上げを急いでいるのだ。キラーマシンには超強いので逃げた方がいいですね。試しに戦ったが即ボコボコにされたのだ。亀を2体倒すと経験値1万は美味しすぎますね。やろうと思えばここでレベル99まで上げれそうなのだ。力を496まで上げたのでキラータイガーに挑戦するのだ。果たしてビーストモードの猛攻の前に倒せるか。最初にバイキルミンをかけてパフパフするのだ。踏ん張らせない。ダメージはついに800になりましたね。5回攻撃すれば倒せる計算なのだ。2回攻撃したら一旦攻撃中止して立て直します。 HP を回復して立て直すのだ。焦らずに攻撃のチャンスを待ちますね。雄たけびを使ったタイミングが攻撃のチャンスなのだ。雄たけびを使ってくるまでひたすら待ちます。雄たけびを使ってきたが HP が少ないので攻撃のチャンスではないのだ。なかなか攻撃のチャンスが来ないですね。防御して MP を回復して立て直すのだ。雄たけびを2連発してきましたね。少し迷ったけどこれは攻撃のチャンスなのだ。バイキルミンを使って攻撃します。やっぱり瞑想を使って立て直すのだ。攻撃が終了する前にバイキルミンの効果が切れなければいいが、やった。雄
叫びを使ったので攻撃のチャンスなのだ。あとは力任せで殴って倒せるかどうかですね。次はビーストモード使ってくるのでひたすら攻撃なのだ。果たしてキラータイガーは倒せるのか。やったようやくキラータイガーを倒したのだ。今までのボスで一番苦労しましたね。要は妖精の城を見てこいとのことなのだ。相変わらず人使いが荒いですね。妖精の城に行くと魔物に占領されてるのだ。入り口でモンスターとの戦闘になりますね。ここは楽勝だったのだ。ここで出現する雑魚敵でしたね。この宝箱は妖精の剣があるので必ず取るのだ。道具で使うと守備力アップの効果がありますね。さあ、おしゃべりもこの辺にして実力のほどを確かめさせてもらおうか。ハーゴンすら警戒する勇者の血筋の力を見せてみろ。ベリアルとの戦闘になったのだ。初めての大ボスとの戦闘ですね。妖精の剣で防御力アップしつつ攻撃するのだ。初戦で攻略法がわからないのでこれで様子見ます。特に強力な攻撃はしてこないのだ。でも油断は禁物ですよ。序盤は早送りするのだ。瞑想で回復しながら攻撃すれば何とかなりそうですね。ベリアルの HP が半分になったのだ。このまますんなりとベリアルを倒せるといいのだが。ヨナズンを使ってきたのだ。ベリアルの HP が半分以下になると使ってきますね。落胆させるな。ヨナズンからの3回連続攻撃なのだ。3回連続攻撃はかなりきついですね。毎ターンヨナズンを必ず使ってくるのだ。イオナズン対策が必要ですね。想像以上だな。HP がやばくて瀕死の重傷なのだ。妖精の剣を使う暇もなくなってきましたね。ショーの始まりだ。耐えられるか。妖精の剣を使ってないので通常攻撃も痛いのだ。徐々に追い詰められてますね。3回攻撃で一気に400ぐらいのダメージを受けたのだ。防戦一方になってますね。もうダメなのだ。やられそうなのだ。 HP は赤になっているんですけどね。重いぞ。ダメだったのだ。やられたのだ。でもこれは工夫次第で勝てそうですね。前回はベリアルを倒せなかったのでレベル上げをしてるのだ。デルコンナル北にある島が絶好の経験値稼ぎポイントですね。1回の戦闘で5000から1万経験値稼げるのだ。デーモンアミゴは運が良ければ勝てるかも。これも逃げた方がいいのだ。今回は運が良く勝てましたね。レベルが65になったのだ。デルコンナルの福引き書でバイキルミンを手に入れます。
脳筋王子の気合の一斉なのだ。ボス戦もこれぐらい気合を入れてくれたら。不思議なボレロは今回はいらないのだ。2等のプラチナソードの方が欲しかった。気を取り直してバイキルミンを手に入れてベリアルに挑戦するのだ。レベル65でバイキルミンを持って挑戦です。残念だ。最初はバイキルミンは使わずに妖精の剣を使いながら攻撃するのだ。 HP が半分以下になるとヨーナズに使ってくるので、その前にバイキルミンで一気に倒す作戦ですね。400以上のダメージを与えているのだ。 HP が3500ぐらいなので10回近く攻撃を当てないといけないですね。攻撃は最初はそんなに激しくないのだ。楽しんでいて。妖精の剣を使ってから HP 回復します。妖精の剣は常に使い続けるのだ。もっと見せてみろ。楽しんでいけ。もうそろそろベリアルの HP が半分になります。バイキルミンで一気に倒す準備をするのだ。ベリアルの HP が半分になってますね。 HP 回復させてからバイキルミン使うのだ。ついにイオナズン使ってきましたね。 HP 半分以下になると毎ターンヨナズン使ってくるのだ。ここからバイキルミン使って倒します。ヨナズン連発される前に倒すのだ。楽天させるな。想像以上。会心の一撃が出てラッキーですね。あと一発で倒せる計算なのだ。果たしてベリアルは倒せるのか。ベリアルを倒したのだ。合格だな。やられた時も上から目線がムカつきますね。なるほどな。下っ端じゃ止められないわけ。人魚の聖域に行って人魚を助けるのだ。人魚の岩場から東側の海底にありますね。タコみたいなモンスターがいるのだ。タコをボコボコにしてさっさと進みたいです。オクタヌスが2体現れたのだ。バイキルミンを使って2体一気に僕します。氷の息はそんなに痛くないのだ。ブーメランで550ぐらいのダメージですね。3発ぐらいで倒せるのだ。
オクタヌスの HP は少ないので攻撃です。オクタヌスをやっつけたのだ。そんなには強くなかったですね。奥に進むと半魚人みたいなやつがいるのだ。半魚人もボコボコにします。イエローフィンが現れたのだ。実はイエローフィンを思ったより強くて、これが3回目の挑戦ですね。この縛りプレイでは単純に物理攻撃を繰り返してくる敵が強いのだ。頭を使って呪文を使ってくる敵より脳筋で殴ってくるやつが強いという。捨て身の攻撃がかなり痛いのだ。捨て身の攻撃を連発する前に何体か倒したいですね。プリンちゃんの回復魔法がラッキーだったのだ。これで攻撃のチャンスができましたね。イエローフィンを1体倒したのだ。プリンちゃんありがとう。身代わりになってしまったのだ。イエローフィンを倒しました。これはプリンちゃんが身代わりになったおかげなのだ。一番奥に行くと悪の親玉がいるのだ。何を企んでいるのかな。まずはこっちの世間知らずなチビたちからやっておしまい。それなら文句はないでしょうが。トド様がエラとの戦闘になったのだ。バイキルミンを使って周りの敵から倒します。もう毒の霧を使ってきたのだ。でも脳筋王子には効かないみたいですね。すっぽんぽんなのに猛毒に対する耐性が高いのは謎なのだ。周りの敵を倒せば勝てそうですね。ザキを使ってきたのだ。一発でも効けばアウトですね。残り2体であとは楽勝なのだ。後からいやらしい攻撃がなければいいが。トド様がエラ2体だけになったのだ。果たしてトド様がエラに勝てるのかな。やった。トド様がエラを倒したのだ。トド様がエラ1体だと楽勝ですね。こんなただの人間の子供に負けちゃうわけ？嘘でしょ？
前にメダル王のところに行くのだ。何しに行くのかな。小さなメダルを50枚集めたので奇跡の剣を手に入れるのだ。敵にダメージを与えると自分の HP が回復する武器ですね。脳筋王子の貴重な回復手段になるのだ。それでは謎の海底基地へ行きます。3つのレリーフを集めて先へ進むのだ。奥にいるミリエラをボコボコにします。やばいやばい、急いで荷物をまとめないと。全部吸っちゃえ。ミリエラが逃げようとしているのだ。これも、それから枕とお布団も、あ結構お茶目なボスですね。手下よりも荷物の心配、そんなんだから見捨てられるのよ。それはね、私にはハーゴン様以外誰も必要ないからよ。ミリエラとの戦闘になったのだ。どういう攻撃するのかわからないので、とりあえず妖精の剣を使いながら攻撃します。好きにはさせない。振りの刑が効いて幸先が良いのだ。ナナナ、なんと今までの中ボスを仲間として呼び出してきました。いやいやいや、これはまずい状況なのだ。大武装備禁止のすっぽんぽんなので、多数の敵に殴られるのはまずいですね。ツインスワローを装備して魔物をまとめてやっつけるのだ。その前に妖精の剣で防御力を上げます。マリアドを使ってきたのだ。ミリエラで一番痛い攻撃ですね。脳立ちを使ってきたのだ。これは全体攻撃もアクロナイトに集中してしまいます。いやいや、これはずるい戦法なのだ。今日なんて言わせないわ。どうしようかな、迷います。妖精の剣で防御力を上げながら攻撃するのだ。痛いの好きでしょ。食らいなさい。ミリエラ自体の攻撃は強くないので、ミリエラ1体だけだと勝てそうですが、僕たちよ、やっちゃって。どんどん仲間を呼んできりがないですね。 HP が少なくなってまずい状況なのだ。どんどん呼ばれる魔物をなんとかしないといけないですね。一気に倒そうと全体攻撃しても仁王立ちで一体に集中されてしまうのだ。これは対策を考えないといけないですね。アクロナイトを倒したのでこれはいけそうなのだ。果たしてうまくいくのか。これはどう？いいでしょ。痛恨の一撃がかなり痛いのだ。やられてしまいますね。ミリエラ強すぎなのだ。何度かミリエラに挑戦したが倒せなかったのだ。ミリエラがどんどん仲間を呼ぶが厄介ですね。バイキルミンからのブーメランで全体攻撃しても仁王立ちでアクロナイトに集中攻撃してしまうのだ。しかもアクロナイトを倒してもまた次のアクロナイトをどんどん呼び出してきます。むむむ、どうしたらいいのか考え中なのだ。何かいい方法はないですかね。とりあえずレベル上げで力を上げて脳筋プレイ倒すのだ。レベル上げの場所はこの動画でおなじみのデルコンナル北にある毒沼がある島ですね。ここはめちゃくちゃレベル上げの効率が良いのだ。敵は超強いですが渾身斬りを覚えればなんとか敵を倒すことができます。
レベル70でミリエラに挑戦するのだ。バイキルミンもたくさん用意しました。これでミリエラをボコボコにするのだ。やっちゃってポイミバイキルミンでの攻撃も仁王立ちで攻撃が集中しますね。ダメージ効率が悪いのだ。攻撃力が上がっているので仲間を倒すのが早いですね。この調子でミリエラをボコボコにするのだ。奇跡の剣を装備して攻撃します。 HP を回復しながら攻撃するのだ。クソガキが楽しんで。下僕たちよ、下僕たちよ。うわわわわ、せっかくバイキルミン使ったのに仲間を呼ばれたのだ。ミリエラに集中攻撃できないですね。優しくして。HP が少なくなってきましたね。 HP がやばいのだ。あと1ターンは耐えられるのだ。HP ギリギリでなんとか耐えましたね。瞑想で回復するのだ。攻撃の手を緩めるとすぐに仲間呼びで敵が増えますね。ボコボコに殴られてやばいのだ。これはどう？食らいなさい。最後はマヒヤドでやられました。レベル70でも勝てなかったのだ。この後何度やってもミリエラに勝てなかったのだ。攻撃力をいくら上げてもアクロナイトの仁王立ちに阻まれますね。仁王立ちの対策が必要なのだが、良い対策が全然思い浮かばないのだ。実はこのレベルでもミリエラを倒す方法はありますが、陽金王子は知る由はなかった。ついにレベルが99になりました。最高レベルでミリエラをボコボコにするのだ。力が706まで上がり、身の守りも438まで上がりました。賢さは135しかないのだ。さすが脳筋王子です。レベルが99になってもどのパラメータもカンストには程遠いのだ。カンストにはかなりの数の種ドーピングが必要ですね。レベル99になったのでミリエラをボコすのだ。持ち物が奇跡の剣、妖精の剣、バイキルミンなどですね。これでミリエラをバッチリ倒すのだ。レベル99で倒せなければどうしよう。やばいやばい、急いで荷物を。ミリエラとの戦闘になったのだ。今回は作戦を変えて、今までバイキルミン一気に倒す方針から妖精の剣を使って防御を固める作戦にします。防御力が上がってやられなくなるが、でも敵がどんどん増えてなかなかミリエラにダメージ与えられないのだ。うむむむ、どうしたものか。レベル99で倒せなかったらどうしようかなのだ。この縛りでエンディングまでいける自信がなくなってきました。とりあえず少しずつミリエラにダメージを与えていくのだ。少しずつではありますが、ミリエラにダメージは与えてますね。ナナナなんと MP 不足で仁王立ちが不発だったのだ。これが攻略の重要ポイントなのだが、脳筋王子はその時まだ気づいていなかった。なぜかマヒヤドを使わなくなったのだ。これも重要ポイントなのだが、脳筋王子はこのことに気づくのだ。
仁王立ちを無効化してミニエラを撃破するには相手の熾烈な攻撃を緩める方法はないのか。そうなのだ。持久戦で相手の MP を枯渇させるのだ。ようやく有効な作戦を思いついたみたいですね。アクロナイトの MP は枯渇しているので、直ちにアクロナイトへの攻撃は中止するのだ。これで MP 枯渇で仁王立ちは無効化できますね。奇跡の剣に装備を切り替えてミリエラを集中攻撃するのだ。ミリエラの HP は半分ぐらいですね。あとは妖精の剣を使いながらミリエラを撃破するのだ。果たしてこの作戦でミリエラを倒せるのか。MP 不足で相手の攻撃は大したことないのだ。このまま持久戦でいけそうですね。ビーストボーンズを引き出してきたのだ。ビーストボーンズは無視してミリエラを攻撃します。するのね。やった。ミリエラの HP は赤なのだ。これはもう少しで倒せそうですね。コトラで MP を吸収してからマヒヤドを使ってきたのだ。マヒヤドは痛いですね。あともう少しなのだ。果たしてミリエラを倒せるのか。いいでしょう。卑怯なんて言わせないわ。やった。ようやくミリエラ倒したのだ。あとの敵は楽勝ですね。ようやく倒したのだ。レベル99まで上げてかなり苦労しましたね。どう見ても魔物が悪そうなのだ。これは偏見ですが、魔物が悪そうですね。イノシシ野郎との戦闘になったのだ。ツインスワローを装備して妖精の剣で防御力を上げながら攻撃します。前回の動画でレベル99まで上げたので楽勝なのだ。この敵は妖精の剣を使いながら戦うと楽勝だったので早送りします。右側の闇帽子を優先的に倒すのだ。闇帽子はヒプノスハントを使ってきます。ヒプノスハントは眠り状態の時に食らうと大ダメージなのだ。真ん中のワイルドホップが眠り状態にする攻撃を多用しますね。闇帽子を倒すとあとは大した攻撃をしてこないので楽勝なのだ。ワイルドホップを倒しました。ゴリ押しで楽勝だったのだ。誰です。いや、誰だっていい。ハードン教団の名において罰してやりましょう。破壊の神父との戦闘になったのだ。実は破壊の神父は意外と強くて、これが3回目の挑戦になります。何度か戦って分かったのだが、破壊の神父を集中攻撃した方がいいのだ。左右にいるベビルは倒してもすぐザオリクで復活しますね。奇跡の剣で HP 回復しながら攻撃なのだ。防御力上げれば大した攻撃ではないですね。この調子で防御力を上げながら攻撃、 HP が減ったら迷走するのだ。順調に破壊の神父の HP が減ってますね。
会心の一撃大ダメージなのだ。なんとイオナズンを使ってきました。ベリアルに続いてイオナズンか。破壊の神父の HP が半分になると使ってきます。やばいのだ。なんとか HP ギリギリで耐えたのだ。でも破壊の神父もあと少しで倒せそうですね。痛恨の一撃が多いのでこまめに回復なのだ。イオナズンより痛恨の一撃が厄介ですね。わわわわ、ギリギリ耐えたのだ。守備力が上がっていたのが幸いですね。マジで痛恨の一撃が多すぎだろ。あと一息、ここは耐える時ですね。あと一発で倒せると思ったのに。そんなに世の中甘くなかったですね。毎ターン痛恨の一撃、ふざけるななのだ。脳筋王子はかなりイラついてますね。妖精の剣で防御力を上げるのをやめて破壊の神父を集中攻撃で倒すのだ。果たして破壊の神父を倒せるのか。痛恨の一撃で400以上のダメージ食らったのだ。防御力上げないとダメージエグいですね。ようやく倒したのだ。痛恨の一撃がきつかったですね。あとは楽勝なので早送りするのだ。痛恨の一撃をなければ破壊の神父は楽勝だったと思います。